こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方に、チャート名、証券会社の方を貼ってありますので参考にしてください。それから、銘柄や操作方法のリクエスト、コメント欄でお待ちしてます。で、このチャンネルに共感できる、また応援したいよということはぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日の画面ですけども、世界の労働時間のランキングになります。1950年から2018年でやっていきます。なぜ出したかというと、経済成長の陰に労働時間ありです。私たちも、今は働き方改革って言われているんですけども、ただ世界を目に向けるとね、見ていただくと東南アジアとかアフリカというのがもう今成長していて、労働時間も多いんで、これは経済成長の中の要因の一つだと僕は思っています。で、この動画を作らした原因はもうダンさんの木曜日のライブの話でした。で、毎日1時間ぐらいね、ライブやってるので、ちょっと話は割愛しますけども、日本人が投資をするときに必ず必要なこと、新興国だと思います。これはやっぱり価値観の問題にも当たります。なぜかというと、すぐに儲からないからです。でも、投資ってそこだけなのかなと思うんですね。で、今日のテーマは、高橋ダンさんのライブから私たちができることということで、新興国株の ETF のチャート、安くから始める、GMO クリック証券の説明をしたいなと思います。銘柄言います。インドネシア、ベトナム、韓国、台湾、南アフリカ、それから中国の3倍ブルになります。ポストプライムの皆さん、お疲れ様です。最近はまたちょっと SNS は時間運んでない時もありますけども、何かまたね、アラートが鳴った時、昨日も夜中ね、鳴ったんですけども、ポストプライムで真っ先に僕速報を出したいなと思ってます。元気があればね、出していきたいんです。あと3年ぐらいしたら誰か変わってほしいなと思います。はい、今日もよろしくお願いいたします。それでは、早速説明の方に入らさせていただきます。まず今日の銘柄、新興国中心に紹介するんですけども、でこの新興国の株を買うときにこの iShares ETF を使います。ブラックロック社っていうアメリカのね、有名な、上場信託会社があるんですね。世界でこう書いてある900本以上 ETF が用意されてるんですね。で、今回紹介するのは5つなんですけども、もしかしたら IG 証券なんかはものすごくあるんじゃないかなと思います。ということで、もうこのティッカーコードが EW を使うことも多いですね。ダンサーの方でもあるかな。日本の投資信託を出すときに EWJ って言うと思います。また画面があったら見せたいと思いますけどね。今日ライブでもインドネシアのティッカーコードが EIDO だったかな。はい。出したと思います。それでは、チャートの方に入りたいと思います。最初ですけども、インドネシアの ETF になります。日足です。で、これ今日、毎回一つ、まっさらな状態から、チャートを書いていきたいと思います。で、なぜこれをやったかっていうと、海外のこの ETF は、出来高が少ないんですよ。ローソク足なんですけど、見えます？普段例えば見てらっしゃるローソク足とは違って、点々点々ってなってません？僕もなんでこんなチャートになってるのかなって見にくいなと思ったら、やっぱり出来高の問題がありますね。日本の株式でも多分取引高が少ないものとかは、ローソク足もこういう風にまだらになってるんじゃないでしょうか。で、僕がこれをお見せしたいのは、移動平均線を使っています。紹介するのがこの移動平均線、僕3つ、今ちょうど隠してるんですけども、EMA の3というのと、MA の13というのと、MA の200っていうのを使っています。まずね、この EMA3 っていうのをちょっ
ちょっと表示させますね。わかりますか？青いラインが出たと思います。で、海外の方とかはローソク足を使わずにこのラインチャートというのも使うらしい。でもまあ圧倒的にローソク足を使うことが多いみたいです。で、はい。別にこれ EMA2 でも1でもいいと思います。はい。で、次ですけども、これを MacD の話前しましたっけ？ MacD の代わりに MA の13。MacD もね、多分標準型は13と26を使ってると思うんですけども、これをここですね。ここに今隠してるので表示をさせます。このインジケーターっていうところを押すんでしたっけ？ここでインジケーターを押して MA だっけ？ MA って出るのかな？ MA。出ますね。このインジケーターストラテジーっていうところで検索して MA とか SMA とか出ますね。この単純移動平均とか出ますよね。こうしていただくとインジケーターが出るので、またそのインジケーターが出たらこのちっちゃいんですけど、ここで設定をして、やります。ちょっと一回やりますか。こうやってやってると時間が取っちゃうんですよね。まずこれを押します。赤いラインが出ましたよね。赤いライン出ましたね。13が。で、設定のボタンをこう押して、出ましたよね。はい。13。僕、12、11、11、19、8、7、6、5、4、3、2、で、1って言ったらこれ、全然あれですよね。赤と青が一緒になっちゃいましたけど。で、大きさも、青いこのラインを僕、濃くしてます。で、赤いラインのこの13はちょっと薄くしています。で、私の方はこの13っていうのをゴールデンクロスやデッドクロスみたいな形でこう捉える時もありますし、理覚で使う時もあります。この13を使ってます。ダンさんここで多分MacD がって言ってこう9を6に変えたりとかしてると思うんですけどね。これ何かっていうと、より短期足で見る場合にトレンドを早く見極めたいということで、標準は日足でやると13が多いらしいですね。今回この ETF ですけども、日足にしてあります。そんなに短期足でガチャガチャやれるものではないというか、ローソク足見ていただくとわかるんですけども、なかなかこう短期でこう、売買するの難しいので、日足になってます。それから、本当は僕は200MA 黄色いの長期移動平均線を4時間足で使うのが好きなんですけども、日足で200使ってもいいかなと思います。これ掛け算するってご存知ですかね。例えば4時間足で 200MA を使ってるってことは、日足だと24時間じゃないですか。なので、6倍ですよね。このローソク足の本数。200MA だと、日足だと、この1200になっちゃう？だから本当はこのインジ日足でやるんだったら、でもいいのか。日足の 200MA でもいいのか。そうですね。4時間の200はよく反発があるので。でも、そうですね。長期の方だと使う時もありますよね。100、200、300。25の倍数使ってる人が多いみたいですね。はい。ということで、これも、200をちょっと採用します。ということで、今、平均線をこう3つ用意しました。それぞれ役割があって、結構こう200タッチしてますね。ここからですね、いつもの通りに、トレンドラインとか引きますけども、これちょっと長くなっちゃうので、編集させてもらえますね。前もやってるので、また、知りたい方とか概要欄じゃないわ。他のね、とこでもやってますので、見てくださいね。一応これちょっと作成上、ちょっと分析したいので、カットします。皆さんも上昇トレンド、下降トレンド、ぜひね、練習してほしいなと思います。はい。ポイントは、どこにこう、いろいろ当たるところが多いかです。こうね、当たるところが多いかです。下で当たるところが多ければ、下を基準にこう考えます。これ結構下で当たってるところ1、2、3、4、もうたくさんありますね。下で当たってるとこ基準にして、で、斜めの線なので、こうありますよね。ここ、キューッと持ってきて、上でよく当たってるところを、確率の問題なので、ここですね。ということで、つけます。はい。じゃあ、上昇と下降をやりました。で、買い場ですね。その前にあれ出します。前回も前々回も結構好評だったので、僕が推奨しているこの、インドネシア、ETF ですけども、レバレッジが5倍なので、推奨するのは証拠金2倍で、値動きが 50%、レバレッジが 2.5 倍ですね。
どこに当たるかっていうので、物差しで予想ツールでいきたいと思います。一番底値がここなので、ここからバーを上げて 50%。もう 50% とんでもなく上行きますね。一回あれしますね。50倍ってもうとんでもなくでかいですね、これ。よっぽどロスカットされないですよ。でも下が結構、これもう何ですか？コロナの状態のとこまで。50%ここか。ここですね。50% いいですね。はい。これがですね、推奨する、レバレッジが 2.5 倍で、証拠金が2倍、値動き 50% です。在籍している期間が521日なので、1年半くらい、2年近いですね。ということは、もうこの ETF は長期積み立てができるぐらいのもので考えていただいていいんじゃないですか。確かにコロナの時にはロスカットされますけど、これ考えたらもうどうしようもないので、はい。こうね、長期足してみますけど、これ2015年が出てきちゃいました。はい。これぐらいの話なので、推奨してるのは、ここで安心して買っていた。で、もし損失が嫌だなとかすごい思ったら、ここからリスクリワード1対2を使って、損切りしてもいいと思いますね。それで、相場ですけども、リスクリワードと入れますね。もうどう見ても、ここですね。はい。20.13 ですね。ここまで下がるかわからないです。今日インドネシア爆上がりしたんですよね。ダンさんのライブでやってましたね。2.6% 上がってますよね。こうですので、すいません。こうですので。で、これでちょっと見にくいので、ロックして、はい。20.13 でアラートを鳴らします。僕もアラートを鳴らしてるっていうことは、ここで積み立てて買おうと思ってますので、はい。アラート完了です。では、ここからちょっと時間が経つので、パッパッといきますよ。次、EWY の操作、韓国ですね。韓国ですが、もうつけてあるんですけど、去年の調子の良さは日経と似てます。これやっぱね、隣の国だからか知らないですけどね、ただですね、韓国の方が、いいと思います。何がいいかっていうとね、サムスンとか、半導体銘柄というか、携帯とかも調子いいし、輸出が調子いい。だけど、今年下げてるんですよ。はい。半導体不足もあると思います。この下げ方がもう割とそこじゃないのっていうとこまで落ちてきているんですよ。中国とちょっと似てますけど。なので、ここだったら納得でしょっていうサポートラインが、79.13 ですね。もうちょいですね。今 80.84 なので、もうちょっと落ちたら買い場かなって僕は思います。上昇チャンネルのこの下がもう本当に、どこだ？このラインなので、2020年の8月のラインですね。逆にここを落としたらね、韓国はね、相当やばいと思います。はい。中国よりやばいです。韓国の好きな方は買ってもいいと思いますね。79.39 ですね。79.39。はい。あれ？どこでしたんだ？ちょっとごめんなさい。なんかミスってる。89.39。またいつものこれ、アラートここに下ろし、ブラックします。はい。79.5 ですね。のとこでアラート鳴らします。はい。次行きます。ベトナムです。大好きな国です。ダンさんも好きですよね。僕もここ、経済成長と、YouTube とかで、なんか、街とか見たりしちゃうんですよ。行きたいなと思ってる国ですね。だいぶ物価がね、高くなってきてるみたいです。東南アジアの感覚は、日本の方が安いものもあるんじゃないかなっていうところで、都市とか行くと、高いものも結構あるみたいですよね。で、ピークから一回下げて、やっぱデルタ株の影響が大きかった、ロックダウンをしている時期が多かったようですね。はい。で、ロスカットって僕は一回どのあたりかなって、そうですね、まさかここまで落ちると思わなくて、一回ちょっとロスカットがありました。でもロスカット言っても僕数千円だったと思います。ここまで下げてくるかわからない。今ちょうどね、上昇トレンドの付け根のとこタッチしてるんですよ。これが。
だからこれを拾えればいい。で、ちょうどこの200日のところの近辺ですね。ちょっと下すぎるかもしれないんですけど、ここでサポートがあるので、1点、2点、3点、4点、5点。なので、このサポートまで落ちてきたらチャンスかなということで、18.69 を推奨します。あ、レバレッジのやつごめんなさいね。表を出してないですけども、2.5 倍の証拠金2倍で、後半ね、お知らせをします。どんどん収録が長いとね、声が借りてきて、ちょっとやばいんですよね。今何時だ ?3 時45分ですよ、もう。俺明日仕事、家庭教師ではい、すいません。スタート OK です。次行きます。台湾です。台湾は有名な企業、ご存知ですか？僕も大好き半導体の台湾セミコンダクターですね。もう日本で言うと本当にトヨタ自動車というかね、自動車産業が盛んなように、もう世界の台湾セミコンダクターですね。だからここの影響を受けるので去年すごかったんですよ。もう去年僕単品で SBI で買ってたのでごっつぁんでした。ずーっとその儲かったやつを仮想通貨にちょっと突っ込んでいったのでローテーションしてしまったんですけど、今年は半導体不足でちょっと伸び悩んでいますが、でも買い場はやってくるんではないかなと見ています。ちょうどチャート的には買いやすい位置に来ているので、どれだけ上がるかはわからないですけども、でもこの60.27 このサポートはかなり強いので、ここで買うっていう人は出てくるんではないかなと思います。新興国ってね、儲かるんじゃなくて未来に託したいって思いのがあったりしません？だから僕もその米国株で S&P500 も買ってますし、で、一番今、調子がいいだろうなとここ 1,2 年思ってるのはそれはナスダックで手放すっていうのもしっかり積み立ててます。だからここはその次の世代のためというかでちゃんと情報を取っておくことが投資をすることで大事だと思うんですよね。で、ポートフォリオの中で分散投資って言ってるんですけど、僕の場合は分散投資っていうよりも本当にちょっとだけ買っといてその関心をちゃんと持つこと、世界の。はい。やっぱちょっとお金入れるとやっぱ見るじゃないですか。本当に放置しないと思うんですよね。ちょっと雑談じゃないですけど SBI 証券で僕ベトナムを買ったことがあって、あれチャート当時そんなに見れなかったのでほっといたらやっぱ下がった時期があって怖かったんですよ。だからやっぱりこういうトレーディングビューとかチャートを見つつ、毎日見ろとは言わないトレーダーではないと思うんで、何回もここ過去に落としてるなっていうのを知っといてもらうだけでも、全然、精神的に安定とかで違うと思うんですよね。雑談しすぎたので、カットしてるかもしれないんですけども、はい、アラートの方を鳴らします。60.61。はい、完了です。